おはようございます。玄海海上温泉パレアで迎えた気持ちのいい朝、しっかりと体を休めて今日の旅に出発です。この橋は高島肥前大橋、長崎県松浦市高島と佐賀県唐津市肥前町を結ぶ県境をまたぐ橋です。全長約1251メートル、主塔の高さ約100メートル、 PC 斜張橋という構造形式で、塔から斜めに張ったケーブルで橋桁を支える非常に美しい構造の橋です。横浜ベイブリッジやレインボーブリッジもこの形式の橋ですね。通行料は無料です。60年にわたる架橋運動の末、完成したのは2009年4月18日のことだったそうです。開通の日には島民が橋の上をパレードで渡り、島の歴史が変わる瞬間を涙ながらに祝ったと言われています。アジフライの聖地としての盛り上がりもこの橋がなければ考えられませんでした。橋そのものが観光資源となり、多くの人を島に呼び込んでいます。はい、やってきたのは道の駅宝島。名前からしてなんだかお宝がありそうなワクワクする名前ですね。早速中を散策してみましょう。これは見てください。フグの形をした石灯籠がたくさん並んでますね。そうですね、この辺りはフグの養殖が有名なんですよね。なんともユニークで可愛らしいお出迎えですね。さらに進むと大きな石碑がありました。ようこそ高島へ、元寇終焉の島。ここは歴史的な元寇の最後の舞台となった場所なんですね。知らんけど。そしてこの展望スペースからはさっき渡ってきたばかりの高島肥前大橋が一望できます。いやー、穏やかな海峡に架かる橋、これもまた美しい橋ですよね。そしてこれアジフライ、橋までついてるわ。ちょうど逆光やね。箸とアジフライと、次にやってきたのは神崎海岸。これは地元の方や地質奇岩マニアに知られる非常にユニークで興味深い場所です。これも奇跡の一つでしょうね。これは約3000万年前、この辺りがまだ浅い海だった頃、貝殻やカニなどの生物の死骸を核として、その周りに海水中の鉱物成分、主に炭酸カルシウムが集まり始めます。集まった鉱物成分が周囲の砂粒をセメントのように固めていきます。これがゆっくりと同心円状に成長していきます。周囲の地層よりもこの部分は非常に硬い岩石の塊、ノジュールとなります。その後地殻変動で陸地となり、長年の波の浸食によって柔らかい周りの砂岩層だけが削り取られていきます。その結果、硬いノジュール部分だけが残り、私たちが見る奇跡として姿を現したのです。次にやってきたのは松浦市立埋蔵文化財センター。一言で言うと、松浦市内、特に高島で発掘された元寇関連の貴重な水中考古学資料、遺物を収蔵、調査、展示している専門施設です。元寇の時代の本物の遺物を間近で見ることができる、全国でも類を見ないユニークな施設と言えます。それでは早速中に入ってみましょう。入館料は一般が310円、小中高校生は150円です。13世紀ユーラシア大陸を支配したモンゴル帝国元、その皇帝フビライ・ハンは日本にも服属を求めます。しかし当時の執権北条時宗はこの要求を断固拒否。これが日本が初めて経験する未曾有の国難、元寇の始まりでした。1274年、文永の役元高麗連合軍およそ3万人が博多湾に上陸。集団戦法と火薬兵器鉄ハウを駆使する元軍に日本の武士たちは苦戦します。しかしその夜、元軍は突如海へと撤退。そしてその船団を激しい嵐が襲いました。日本はかろうじて最初の危機を乗り越えたのです。しかしこれで終わりではありませんでした。7年後の1281年、弘安の役
元が送り込んできたのは14万という世界史上最大級の大船団でした。日本軍は沿岸に築いた石の壁、元寇防塁を盾に決死の抵抗を続けます。両軍が睨み合う中、ついに天が動きました。巨大な台風、後に神風と呼ばれる嵐が元の大船団を直撃。数千隻の船がこの高島沖で木っ端みじんに砕け散ったのです。神の国日本は守られた。人々はそう信じました。しかしこの勝利は大きな代償を伴いました。戦った武士たちに十分な恩賞を与えられなかった幕府は信頼を失い、やがて滅亡への道をたどります。この辺りね、あそこら辺やね。ここに何千隻、4000隻って言ったねの船が集結したんやろ。そしてこの高島の海底に眠っていた数々の遺物が今私たちに歴史の真実を語りかけてくれます。僕は歴史という科目がとても苦手でした。教科書に並んだ年号や人名、それは僕にとってただ暗記しなきゃいけない記号でしかなくて、そこに生きていた人の思いや物語を感じることがずっとできなかったんです。でもこの旅がそんな僕を大きく変えてくれました。このバスが僕にとって最高の歴史の教科書になったんです。1274年対馬に来襲した元の大軍。主君を失い絶望的な状況の中、対馬小太郎は最後の抵抗を試みました。自らの命と愛する家族の命までも立ち守り抜こうとした武士の誇り。この小さな墓石には750年前の壮絶なまでの覚悟が眠っています。これほど犠牲を払って守られた国境の島。しかし時代は変わりました。力で国境を脅かす隣国に対し、この国の舵を取る者たちは一体何を守ろうとしているのか。先人たちが血を流して築き上げた礎を自ら崩していくかのような振る舞い。その姿はこの墓前に立つとあまりにも虚しく、そして危うく映ります。対馬小太郎が命を懸けて守ったもの、それは領土だけではなかったはずです。この国に生きる人々の誇り、そして未来そのものだったのではないでしょうか。この未来を私たちは今本当に守りきれるのか。この場所で流された血と涙の意味を為政者たちは本当に理解しているのだろうか。歴史は繰り返すと言いますが、繰り返してはならない歴史もある。この静かな場所はそれを私たちに強く強く問いかけているようでした。はい、続いてやってきたのはモンゴル村。なんか閉まってるという話だったんですけど、門は開いてて入ることができました。あ、なんか車も止まっていますね。ね、モンゴルに攻められたのにモンゴル村っていいのかなと思うんですが、まあね、僕はねモンゴルもうだいぶ前になるんですけど行ったことがあるんで、そこではねいろいろ馬に乗ったりゲルに泊まったり楽しい体験をいっぱいしてきてね、モンゴルは好きな国なんでいいんですけども、そういうことだよね。お金のことは書いてない。何があるんでしょう。でもなんか普通に芝生があるみたい。天然温泉って書いてあるね。入り口の前にさ、サイでなんか置いてない？そうやね、なんかないんだ。なんかやってないけどねみたいなこと言ってなかった。ちょっと見てこれ。モンゴル村。
結局施設は全部ね残ってて公園として空いてるみたいですけどね、全部閉まってるようです。せっかくこんなに気持ちのいいところなのにもったいないですね。はい、島内にはねアジフライで有名なお店もあるんですけども、すごい並んでたんでね、結局最初の道の駅に戻ってきました。来ました、本マグロ。マグロがこんなに乗ってます。そしてマグロの身も入ってます。はい、完食でございます。高島にある宝島の道の駅ですね。ここで最初の入り口で宝島って呼んだから、島の名前が宝島かと思ってたら、島の名前は高島で道の駅は宝島でした。はい、佐世保に戻ってきました。佐世保に戻ってきたらもうね、せっかくなんでこれを見とかないとね。地球深部探査船地球号ですね。海に浮かぶ巨大な科学研究所、その名は地球深部探査船地球。これは単なる船ではありません。人類の知的好奇心のすべてを乗せ、地球最後のフロンティア、その内部へと挑む世界に誇る日本の希望の船です。なぜ地震大国日本がこれほどまでに規格外の船を作る必要があったのか、その答えは私たちの足元、深海の底に眠っています。プレートの境界に位置し、常に巨大地震の脅威にさらされる国、日本。地震はなぜ、どのようにして起こるのか、その謎を解き明かすことはこの国に生きる私たちのまさに至上使命です。そしてその答えは、地震が生まれる場所、プレートの境界を直接掘削する以外に知る術はありません。地球はその国家的使命を背負って建造されたのです。その能力はもはや SF の世界です。深海の高圧で崩れやすい壁を特殊な泥水で支えながら掘り進む世界初のライザー掘削システム。これによりこれまで誰も到達できなかった大深度への道が開かれました。さらに驚くべきはその精度。風速20メートルの嵐の中でも GPS と音波を頼りに船の位置を数メートルのズレでピタッと保持し続ける自動定点保持機能。この驚異のテクノロジーが何キロメートルも下にある針の穴のような掘削点を決して逃さないのです。そして地球の研究の目標、それは人類がまだ一度も触れたことのない領域、地球のマントルに達すること。もしマントルの物質を直接手にすることができれば、地球誕生の秘密、生命の起源といった根源的な謎が解き明かせるかもしれません。それはまさに地球の設計図を手に入れるにも等しい壮大な挑戦なのです。日本の技術力の結晶であり、国際プロジェクトの中核を担う地球。これは地震の脅威から私たちを守り、そして人類共通の夢に挑み続けています。これは未来を掘り当てる希望の船の物語です。下で見学しているのはこれかもしれないですね。旧佐世保海軍。何これ、第7なんとか読まない読めません。第4ドック。この地球の拠点港は静岡県の清水港だそうですが、現在は数年に一度の大規模な定期メンテナンスのためにここにいるそうです。そしてやってきたのは佐世保といえばここですよね。今日はこの旅最後の夜です。そしてまた特別な日なので、ここハウステンボスのホテルオークラに宿泊することにしました。よいしょ。はい、広いです。広いです。広いです。はい、お部屋はこんな感じ。
なんか熊五郎います。はい、お風呂もこんな感じですね。まあ大蔵ですね。お水が2本、そして冷蔵庫。はい、窓を開けるとこの通り、まるでオランダに来ているかのような景色ですね。知らんけど。そして部屋に入ってしばらくするとお願いしていたものが届きました。そうなんです。今日は妻の誕生日だったんですね。Happy birthday to you。 部屋で少し休憩した後はハウステンボスの方に行ってみましょう。ここホテル大倉ハウステンボスに宿泊すると、専用のボートでハウステンボスの方に行くことができます。Stemmen klinken warm en zacht. In de zon gaan we traag. Tijd die langzaam verder draagt. Thee op het terras, daar dichtbij. Warme melk, thee maakt me blij. Lachend kijk ik naar de stad. Laat dit stille ogenblik dat. Langs het tuinpad vol in bloei. Over bruggetjes, kleine. In de lichtblauwe lucht drijven wolken zacht. De wieken van de molen draaien met de wind. De bloemenvelden een kleurrijke pracht. Een zachte bries die mijn wangen vindt. Bloemen in de vensterbank wiegen heen en weer. Zachte stemmen klinken buiten op de straat. Ik wandel langzaam in het zonlicht neer. De tijd die hier zo rustig verder gaat. Een zoete geur zweeft zachtjes in het rond. Op de hoek met keien sta ik even stil. Op het terras geniet ik van een taartje klein. Met een warme thee met melk erbij. Met een glimlach kijk ik naar het dorpsplein. En geef me over aan de rust voorbij. Een bootje glijdt zachtjes door de gracht. Witte zwanen spelen op het water. Een winkeltje met klompen in de pracht. Alles net als een over aan de rust voorbij. Een bootje glijdt zachtjes
is door de gracht. Witte zwanen spelen op het water. Een winkeltje met klompen in de pracht. Alles net als een aanzichtkaart, nu en later. Een klein pad door de bloemenvelden te gaan. Over een bruggetje, zo oud en fijn. Daar ligt een dromerig oud dorpje aan. Waar ik mijn voetstappen achterlaat in de zonneschijn. De bakstenen huisjes staan op een rij. Van ver klinkt een muziekdoos melodie. Op het terras geniet ik van een taartje klein. Met een warme thee met melk erbij. Met een glimlach kijk ik naar het dorpsplein. En geef me over aan de rust voorbij. De schaduw van de molen wordt langzaam lang. De hemel kleurt nu in een avonddroom. In de verte luidt een klok, een zachte klank. Voor altijd wil ik blijven onder deze hemel bloot. Met deze herinnering warm in mijn schoot. Get you今回の旅動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。ところで僕が今乗ってるこのキャンピングカーですが、実は2年前に普通の中古バスだったものを僕自身が一から DIY して改造してるんですね。もう一つの DIY チャンネルの方ではバスの全塗装から始まり、ベッドやキッチン、床暖房やエアコンの設置、さらには最強の電気システムを組むために初めてのアルミ溶接に挑戦したり、素人が試行錯誤しながら旅ができるキャンピングカーに仕上げていく、その全記録を動画で公開しています。このバスどうなってるのと少しでも気になった方はぜひ概要欄のリンクから DIY チャンネルの方も覗いてみてください。きっともっと旅が楽しく見えるはずです。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。